皆さんこんにちは、シンです。今日はですね、ETA について簡単にご紹介できればというふうに思います。日本の方でも結構ニュースで、ETA って言ってた気はするので、なんとなくですけど、聞いたことがあるよっていう人が大半だと思います。ですけど、じゃあ具体的に誰が申請しなきゃいけなくて、どういった流れで申請していくのかっていうところについて今日は簡単にこの動画でご紹介していきます。ETA はですね、イギリスに入国予定または、乗り継ぎで来る人が申請しなきゃいけないものになっておりまして、UK なので、イングランド、北アイルランド、スコットランド、ウェールズが対象国になります。でこちら、2025年の1月8日からスタートしているので、この動画を出しているタイミングではですね、もう必須アイテムというふうになっております。で、ちょっと時間がないよっていう人のために先に言ってしまうと、こちらは長期ビザ、長期滞在ビザを持っている人に関しては、申請しなくてもいいというようなものになっております。ちょっとまた詳しくご紹介していきます。はい、では次に、じゃあ誰が ETA を取得するのかっていうところをちょっと押さえていきます。冒頭の方でも言ったんですけど、長期ビザを、何かしらの長期ビザを持っている人は必要ないです。なので、イギリスで、駐在されている人だったり、ワーホリで来ている人、あとは半年以上の留学をしている人であれば、ビザが発行されているはずなので、それがあれば十分です。なので ETA は必要ないです。で、必要なのは、観光目的で来る人、ビジネス目的で来る人、あとは半年未満の留学をする人が必要です。で、乗り継ぎの人も必要なんですけど、ここちょっと注意してほしいのが、いわゆるその入国しない、イミグレを通らない、乗り継ぎもなんか対象になっているので、ちょっとそこを押さえておきましょう。で、2なら、ちょっと話それるんですけど、2ならわかると思うんですけど、アイルランドから北アイルランドに入国するとき、鉄道またはバスが通ってるんですけど、イミグレのチェックがないんですよね。なんで、結構ゆるゆるって言っちゃうとちょっと語弊があるかもしれないんですけど、イミグレのチェックが基本ないので、なんかうっかり忘れちゃって、北アイルランドでホテルチェックインしようと思ったけど、なんか気づいたら ETA 取ってなかったわっていうような状況になっちゃうとちょっとめんどくさいと思うので、そこはちょっと気をつけておきましょう。では申請するプロセスについてなんですけれども、オプションは2つあるみたいです。1つは Web のブラウザーから申請する方法と、もう1つはスマホのアプリから申請する方法になっております。イギリス政府自体はアプリの方でやった方が早く通るよみたいなことを言ってるみたいなんですけれども、アプリのレビューとか見てみると、ちょっと使いづらいようだったり、なんかこうエラーが起きていますよみたいな、コメントとかもあったので、ちょっとどっちの方が、スムーズにいくのかっていうのはちょっとまだ分かってないです。なんですけれども、基本的には3営業日かかるみたいです。もちろん3営業分前に、通る人も出てくると思うんですけれども、3営業日と覚えておいてください。で、必要な情報なんですけれども、パスポートに記載されている基本的な情報を含め、滞在の目的、期間だったり、基本的な情報ですよね。を、入力というか答える必要があるので、そこは、正直に答えましょう。当たり前ですけど、嘘は、つかないようにしてください。で、写真とかもアップロードしなきゃいけないんですけど、アップロードするっていうところで、なんか AR みたいな、実際にこうカメラを向けて、スマホのカメラとかでアップしていくみたいなものみたいですね。では ETA の取得した後なんですけど、チェックインの時に、必ず出せって言われるので、すぐに出せるように用意しておいてください。プリントアウトする必要まではないのかなとは思いますが、もし、プリントアウトしなきゃダメだよって言われた人がいるのであれば、ちょっと教えてください。でですね、チェックインするときにもうビザ持ってるよっていう人に関しては、その BRP のカードだったり、e ビザをそのままお見せすれば問題ないです。で、入国してからなんですけど、イギリスに入国したことあるよっていう人であればわかると思うんですが、分かれてるんですよね。その E ゲートを使える人と、有人カウンターに行かなきゃいけない人って分かれてるんですけど、日本パスポートの場合は E ゲートを使えるので、そのままE ゲートの、
方向に向かって、イミグレを通ってもらえればいいのかなと思います。で、その e ゲート自体そこまで難しくないので、パスポートをスキャンして、あとは、顔写真をパシャって機械が取るんですけど、それでもう入国が完了です。なので、スタンプは押されません。で、ETA ってもうパスポートと紐づいてるので、パスポートをスキャンしたタイミングでもうこの人 ETA 持ってるかっていうのがもうわかります。で、たまになんですけど、e ビザの機械がちょっとうまく機能しないよっていうような時もあるんですよね。で、その時はちょっと有人カウンターに行かなきゃいけないんですけど、基本的に流れは一緒です。流れはというか、入国の手順は一緒です。で、出国するときなんですけど、こちらもそのイギリス来たことあるよっていう人であればわかるんですけど、こちらもスタンプ押されないので、基本的にそのままもう出発ゲートに向かっていただくっていうような流れになります。では最後に簡単にお話しした内容をまとめます。ETA の取得義務のある人はですね、短期滞在でイギリスに来られる方が対象になっています。イギリスでトランジット、イミグレを通らないトランジットでも取得する必要があるのでご注意ください。申請はウェブサイトまたはスマホアプリからできて、ちょっとさっき言い忘れちゃったんですけど、1回の申請費用が10ポンドになります。クレジットカードまたは Apple Pay、Google Pay とかで払えるみたいです。で、1回の有効期限が2年となっておりまして、何度でもその2年間の間であれば自由に出入りできるよというようなものになっております。で、万が一のために言っておきますが、ETA の取得イコール入国が認められるっていうものではないので、ちょっとそこだけ気に留めておいてください。で、日本人の場合ですと、イミグレのところで e ゲートが使えるので、e ゲートでそのまま使っていただいて入国していくような流れになります。はい。ということで、ETA の紹介は以上となります。いかがでしたでしょうか。ちょっといろいろ情報がまだ少ない中で大変だとは思うんですけど、こういったものになります。もし私の答えられる範囲内であれば、答えていきますのでコメントをください。はい。ということで、ためになったよっていうような方であれば、方がいれば、チャンネルの登録といいねよろしくお願いします。はい。以上です。